皆さんお待たせ、大地です。今回紹介するタイトルは TGS で私有した新作タイトル2本のファーストインプレッションと俯瞰視点で爽快アクションが楽しめるタイトル、さらに人気漫画を題材とした新作のレビューまとめなど楽しめる内容になっているので、ぜひ最後までご覧くださいませ。チャンネルの登録お済みでない方はぜひこの機会にチャンネルの登録と動画の高評価ポチッとお願いします。それでは曇りなき眼で見てまいりましょう。ソーシャルゲームラボ。最初に紹介するタイトルはブリーチの正式ライセンス作品として注目を集める新作アクション RPG ブリーチソウルレゾナンス。最終ベータテストの内容と実際にプレイしたユーザーたちの反応をまとめていきます。本作はブリーチの世界観を忠実に再現しながら指先で刀を振るう感覚をテーマにした本格アクション。開発は TikTok でおなじみのバイトダンス参加のニューバース。グローバル展開も視野に入れた大型タイトルとして注目されています。僕も参加しようと思いゲームのダウンロードまではできたんですが、その後強力な IP 制限により複数の VPN サービスを駆使したんですけどログインすることができず諦めました。そこで実際にプレイした方々の感想をまとめたのでそちらを紹介します。まず全体的にアクションの完成度が大きく向上したという声が多く見られました。打撃感やパリーの反応、回避のテンポも改善され、グラフィックや音楽の処理も以前よりかなりクリーンに、戦闘中のカメラワークも滑らかになり跳ね返りの感触が良くなったと好評です。一方で不満点もまだ残っていて、ストーリー構成は依然として分かりづらく、原作を知らないプレイヤーには置いていけぼり感が強いという指摘。さらにアニメ版の音源が未収録で静かすぎる、ボイス音質にムラがあるといった意見もありました。そして今回も話題になったのが課金要素。月額パスでコアアイテムを直接販売するのはやりすぎではという声や、報酬が少なすぎて継続プレイが難しいといった意見も多く、 PVP が搭載されたことは評価されつつも結局はお金で差がつくという懸念も上がっています。ただ前回のベータテストと比べると戦闘面や操作感の改善は明らかで、ようやく戦えるブリーチゲームになってきたという意見も増えてきました。一方で課金やガチャの分離、育成コストの高さなど根本的なシステム面の課題は依然として残っている印象です。特にキャラと武器が別ガチャである点やレベル制限によるストーリーの引き延ばしには不満が集中。ファン向けには満足できるけど一般層には難しいという声も見られます。とはいえアクション部分に関しては確かな進化を感じるベータテストでした。指先で刀を振る爽快感、そしてブリーチらしい演出の数々、この部分はシリーズの中でも最高評価を得ています。総じて言えばアクション面は合格点、システム面は課題山積み。演出や UI、音楽のブラッシュアップで形にはなってきたものの、原作ファンが心から満足できるブリーチ体験にはあと一歩というところです。正式リリースは2025年11月を予定。この残り1ヶ月でどこまで改善できるのか、ブリーチゲーム史に残る一本となるか注目したいところです。続いて紹介するタイトルは10月23日に Steam でリリース予定の新作アクション RPG 救いのメイド。開発はアクション性の高い作品で知られるオレンジポップコーン。本作は煉獄のメイドとして迷える魂を救う、そんな大敗的なダークファンタジーの世界を舞台にしています。プレイヤーは聖域の命を受けて煉獄へ降り立つメイド静かとなり、魔物が徘徊する歪んだ世界で魂の救済を目指すことになります。ストーリーはテンポよく進み難解すぎず分かりやすい構成、静かで物悲しい空気感と音の少ない演出がどこかニーアオートマタを思わせる雰囲気です。戦闘スタイルは剣と銃を組み合わせたアクションを軸にスキルやパリ、奇襲、連鎖攻撃など多彩な攻撃手段が存在。特にボス戦では敵の行動を読み回避と反撃を繰り返す緊張感があり、ノーマル難易度でもしっかり歯応えのある仕上がり。戦闘のテンポや打撃感も良好でアクション好きなら確実に楽しめる内容です。育成要素もよくできていてダンジョン内のセーブポイントでいつでもキャラを強化可能。スキルツリーによる育成がバランスよく設計されており、やり込みすぎず物足りなさもない程よい深みがあります。探索パートも丁寧に作られていて謎解きや罠などが配置されたダンジョンには程よい緊張感があり、
シンプルながらもプレイヤーを飽きさせない構成。一方でパリーのタイミングが少しシビア。ガイドとなる表示がなく、攻撃の瞬間を自分の感覚で捉える必要があるため、慣れるまでは難しく感じるかもしれません。さらにキャラクターデザインについては少し惜しい印象。会話パートも少なめなので 3D モデルではなくイラストの立ち絵形式でも良かったかもしれません。それでも戦闘の完成度と没入感の高さはそれらの欠点を十分に補ってくれます。戦闘中の静けさや金属音、そして光と闇のコントラスト、この独特な戦いの美しさはどことなくニーヤオートマタを彷彿とさせる空気感があります。総じて救いのメイドはアクションを純粋に楽しみたい人に強くおすすめできる遺作。やや荒削りな部分はあるものの、戦うことそのものの快感と救いとは何かというテーマを静かに問いかけてくるような印象的な作品です。久々に手応えのあるアクションを探している方はぜひチェックしてみてください。続いて紹介するタイトルは2025年10月15日に中国でオープンベータが始まった新作タイトル「エンバー」。本作を手掛けるのは近年注目を集める中堅スタジオキーフスタジオによるオリジナルタイトル。ジャンルはマルチプレイ対応の俯瞰視点アクション RPG。 ゲームの舞台はエンバーと呼ばれる黒い瘴気に包まれた大陸アタラン。プレイヤーは電化者として魂の炎を灯しながら暗闇を払い、失われた文明と世界の真実を求めて旅に出ます。この世界には滅びた人々の魂人天使として蘇り、プレイヤーと共に戦う存在として登場します。光と闇、浄化と再生、そういったテーマを軸に独自の神話的ファンタジーが展開される作品です。ゲームプレイはアクション性の高いリアルタイムバトル、敵の攻撃を見切って回避しスキルを連携させることで華やかな戦闘が楽しめます。さらに複数人で挑む協力共闘モードも搭載。また各キャラクターには異なるスキルツリーや成長ルートが用意されており、武器の製作や強化によってプレイスタイルを自由にカスタマイズ可能。箱庭型のエリア探索や光と影を使ったパズル要素も実装されています。オープンベータ初日はアクセスが集中し一時サーバーがクラッシュするほど人気を見せました。その後開発チームは緊急メンテナンスと保証対応を行い安定化を進めながら改善アップデートを実施しています。全体としては重厚な世界観とビジュアル表現、そして協力プレイの爽快感が高く評価されており、中国国内ではダークファンタジーアクション RPG の新星として注目を集めています。今後の海外展開や日本語版リリースはまだ発表されていませんが、完成度の高さから見てもグローバル展開が視野に入っている可能性は高そうです。ここからは実際にプレイしたファーストインプレッション。ちょっと辛口な結論から言うと、エンバーは見た目の完成度に反してプレイ体験が単調に感じました。ストーリーは棒立ち紙芝居でテンポが悪く、マップ構成にもメリハリがない。暗いトーンの背景や BGM が続くことで、世界観の重さよりも停滞感の方が勝ってしまった印象です。前評判は高かったものの、実際プレイすると思ったほどワクワクしなかったですね。今回ライブ配信で視聴者さんと一緒に遊びながら進めたんですけど、うちの視聴者さんは本当に目が肥えていて、良し悪しを冷静にコメントしてくれるんですよね。そんなみんなが総じてこれはちょっと厳しいと口を揃えていたので、僕としてもやっぱりそう感じるよねという納得感がありました。こうした評価の差はゲームそのものの出来というよりも日本市場の受け止め方の問題が大きいかもしれないと思います。日本展開って簡単ではないんですよね。島国で人口も限られている分、トレンドが集中しやすく、主流じゃないものにはなかなか注目が集まらない。俯瞰視点のアクションは特にその傾向が強く、同じ俯瞰型アクション RPG でも黒ゲーム出身者によるブラックビーコンのようにクオリティが高くても日本では勝負が難しい。グローバルでは高い評価を得ているにもかかわらず、日本でのリリースに踏み切れないのは日本特有の熱しにくく冷めやすい市場特性があるから。どんなに完成度が高くてもキャラデザインや UI が国内のトレンドに合わなければ口コミも広がりづらい。逆に言えば一度刺さる層をつかめば一気に広まる。それが日本の市場の面白いところでもあり難しいところでもある。ということでエンバーが仮に日本展開したとしても
うまいこといかないかなと感じました。ソーシャルゲームラボ。続いて紹介するタイトルは東京ゲームショウ2025で使用した2タイトルのファーストインプレッションを紹介します。最初に紹介するタイトルは日韓競争タイトルということで、日本のイラストクリエイターや映像制作のマッパなどが参加し、アニメーションを遊ぶをコンセプトに誠意開発中の今回3度目の出展となるリミットゼロブレイカーズ。すでにゲームの概要などご存知かと思いますが、改めて簡単にお伝えすると、舞台は大災害によって大陸が分裂し、不友島となった世界セラフィア、文意を解く力を持つ少年カイトを中心に、獣人の少女リズ、先空艇の船長シオンらと共に神の書庫を目指す大冒険が描かれる王道ファンタジー。ソロはもちろん共闘アクションも実装されており、戦闘では3名編成によるキャラ入れ替え方式を採用。パリやジャスト回避といった基本アクションを抑えつつ、各キャラとの属性スキルの組み合わせ要素や先空艇からの支援攻撃など様々な戦術が用意されていて、戦闘における手段の幅が広く遊び応えのある内容となっています。とここまでが簡単な概要で、結論から言うと前回よりも確実に進化してます。過去数回にわたりプレイしているので、ここ変わったなという点が多く、プレイを重ねるたびに完成度が上がっている印象を受けました。特に今回注目だったのが属性のシナジーを意識した新バトルシステム。2つの元素を順番通りに敵へ付与すると巡航元素反応が発生。この状態になると一定時間巡航モードとなり、ダメージ量が大幅にアップします。従来のブレイクとは違い、連続して狙い撃ちができるので、討伐テンポが速く、巡航状態からブレイクへとつながる一連の流れが決まった時の爽快感、まさに俺杖を実感できる仕様でしたね。さらに今回は武器製作のシステムも確認でき、やり込みの幅がしっかり広がっています。プレイモードについてはソロとマルチの両方を体験。マルチの要は仲間のスキル発動による巡航元素反応をうまくつなげることで、むやみにスキルを打ちまくるよりも味方との連携タイミングを意識する戦い方が重要。ボイスチャットで連携したら絶対楽しいだろうなと感じる協力プレイでした。そして今回新キャラとして2名が追加。斧を豪快に振り回す団長のセレナ、そして可憐な剣技を見せるレイピア使いのルニ。どちらもモーションが非常に滑らかで、特にルニは距離を一気に詰める突きが爽快でした。スキル詳細はまだ不明な点も多いのですが、操作していて気持ちいいキャラという印象です。総じてアクション面はかなり完成度が高く、巡航反応を中心としたコンボ設計が遊び心をしっかり刺激してくれます。ただし気になったのは一部で打撃感が薄い点、また角度や敵の位置関係によっては攻撃がヒットボックスに入らずスカることがあり、この辺りは今後の調整に期待したいところですね。とはいえ全体的にテンポ、手応え、演出の3拍子が揃ったアクション RPG に仕上がっており、26年上期の正式リリースに向けてかなり期待できる内容だと感じました。気になる方はぜひ公式 X をフォローして最新情報をチェックしてみてください。続いては今回初の出展となるまんじゅうゲームよりリリース予定のアズエルプロミリア。簡単にゲームの概要。舞台となるのは文明や魔法、そして幻想的な生き物が共存する広大なファンタジーワールド。プレイヤーは規模と呼ばれる精霊的な存在と絆を結びながら仲間と共に旅を進めていきます。捕まえるのではなく、スターリンクによって絆を築き一緒に成長していく、この独自のシステムが本作の大きな魅力です。編成はキャラクター3人とそれぞれに1体ずつの規模を組み合わせるスタイル。3キャラ3規模で戦う協力感あふれるパーティーバトルが展開されます。バトルはシンプルながらも奥深いリアルタイムアクション。通常攻撃やスキル、必殺技に加えてタイミングよくガードすればカウンター攻撃が発動し、複数の敵を相手にする場面でも駆け引きのある戦闘が楽しめます。続いてゲームショーで使用したファーストインプレッション。結論からお伝えすると、推しキャラの存在感と美麗グラフィック、そして爽快なアクションが融合した完成度の高いタイトル。クラフトや捕獲要素など遊びの幅も広く、今後の展開次第では長く楽しめるタイトルになると感じました。東京ゲームショウではゲーム序盤の体験をプレイすることができ、簡単なチュートリアルから始まり、クエストやミッションをこなしていく流れ。その中でまず感じたのはキャラの魅力。これが圧倒的でした。
最初の10分ほどは登場キャラクターを一人一人チェックしていたんですが、これは必ず推しが見つかるやつだなと、アズールレーンで培われた男性心を分かっている構成とデザイン、さすがの完成度でした。そしてグラフィック、今では高クオリティが当たり前の時代ですが、それでもこのレベルを出してくるのは本当にすごい。ステージの光や影の演出まで丁寧に作り込まれていました。次に印象的だったのは規模選択の演出。ドット絵で表現されていて、懐かしさと新しさが同居するような味わいがありました。こういう細部の演出センスは本作ならではですね。操作感も良好でレスポンスも滑らか。ただ移動に関してはマウント必須の設計だと感じました。ダッシュはあるものの徒歩移動ではかなり厳しく、おそらくマウントで世界をかけることを前提にしたデザインだと思います。クラフト要素もあり、アイテムや素材を組み合わせて様々なものを創作できるのですが、中でも面白かったのが規模捕獲カード。これは購入できそうですが、素材を集めて自分で制作して入手できる仕組みになっており、カードのレアリティに応じて要求素材が変化。4レアほど難易度が上がるやり込みがいのあるシステムでした。正直ここは課金したくなる動線もうまく作られているなと感じます。戦闘テンポはよく、ジャスト回避やパリ、そして規模との連携攻撃が織り交ざる爽快なアクション。ただし難易度はやや低めで、アクション慣れしている方には少し物足りないかもしれません。今回の私有では20分という限られた時間の中で体験できる範囲は狭かったものの、ゲームの楽しさの芯はしっかり伝わってきました。あえて気になる点を挙げるなら、川を渡れない、ジャンプしても越えられないというちょっとした積みポイントがあり、おそらくバグだと思いますが、実際に現地で話した視聴者さんも同じ箇所で詰まっていたので、今後の修正に期待したいですね。総じて推しキャラの冒険を高クオリティで味わえるアクション RPG として非常にポテンシャルを感じました。今後はベータテストなども予定されているとのことなので、最新情報が気になる方はぜひ公式 X をチェックしてみてください。ソーシャルゲームラボ。今回は新作タイトルのレビューまとめがメインでしたが、いかがでしょうか。ブリーチがプレイできなかったのがちょっと残念でしたが、来月リリースなので配信でもしようかと思います。そしてみんなの注目作、気になっているゲームがあればぜひコメント欄で教えてください。次の動画のテーマになるかもしれません。ということでチャンネル登録をお済みでない方はぜひこの機会にチャンネルの登録と動画の高評価ポチッとお願いします。それでは今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。